9回裏2アウト、ワイバーンズの代打は品田達夫です。東京都出身の22歳、4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いやー、藤田監督、随分思い切った采配ですね。そうですね。酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくは延長を見越しての策なのか。なるほど。どちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガンツ澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ、1球目を投げた。左へ切れた。ファウル。澤田投手としてはここは長打は避けたいところですからね。それに今日のカーブキレいいですよ。自信があるんでしょう。さあ澤田、2球目どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって投げた。またカーブうまくカットしましたね。ファウルファウルファウル。6球目もカットしました品田。カウントは2-0のままです。いやー、品田選手いいですよ。全て積極的に振りに行ってますよね。なんとか澤田投手のカーブに食らいついていこうという姿勢が見えますね。そうですね。ここまで全てカーブの澤田。一発を狙うバッターの心理を読んだ見事な配球と言っていいんでしょうか。でも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目。打った。大きい大きい。伸びる入った。ホームラン。来ましたね。いやー、大きいホームラン。なんというドラマ。今日一軍に上がったばかりの品田、プロ初打席初ホームラン、しかもサヨナラですよ。カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田達夫。品田、おい品田、品田いるんだろ。おい開けろ、こら。おいほら起きろ。何やってんだよ、こら。品田、今回は絶対返すって約束だろ。おいこら、早く開けろ、こら。聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。俺はお前との腐れ縁をなんとか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ、俺の3万。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい開けろ、ほら開けろってば。お宅も切り取り。時間かかるならうちは出直そうか。いや、そんな。どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です。もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい品田。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな、大家さんったら今日振り込もうと思ってたのに。
さっきの彼からも借りてんの？ダメじゃない。敵同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね。さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でももっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。シダだ。今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけどよ。こりゃ恥ずかしい。品田、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか今さらマグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足でな。板金屋、そんなに稼げるんですか？おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。ほう。まずはそこの正社員になる。で仕事は至極簡単さ。金属と一緒に自分の指もプレスして落とすんだよ。ほう。社員になれば労災適用されて、指1本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本2本3本まあ完済しても鼻くそくらいほじれるだろいや紹介はありがたいんですが、ほら今日の夕方取材1件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんですよ。う。ほう、関心じゃねえか。でしょ。さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに？俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぜ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。どうも、夜遊びマガジンです。いらっしゃい。なにたっちゃん、取材の時間過ぎて待っとるがね。いや店長、いつもごめんなさいね。もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。俺がよ、ミルク今日からしばらく店休むと。今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ。店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えるといろいろあるんじゃねえのか。更年期障害とかよ。まずいよそれ。夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあたっちゃんプライベートでもよ、ミルクの常連だでさ。今さら体験取材しいせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、
あんな写真載っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね、この間のミルクちゃん特集、編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そりゃそうだわ。若い頃の写真なんて使うから。今とどえりゃ違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。ほんでも何年前の写真なんだこれ？相当前だろうね。というわけで俺も編集長にこってり絞られて、今月は何が何でも現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなってミルクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。わかったわかった。声出すなよ。繋いだるで自分で説得しや。もしもし、ミルクちゃん。たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。実はね、私の弟がね、久保田警備っていう警備会社に勤めとるんだけど、警備会社？美術品を運搬する警備中に高価なもの壊してまって責任問題になっとるらしいんだわ。弁償金を払わんと怖い上司に殺されるかもしれんせんって、今会社に監禁されてまっとんだわ。それは警察に話した方がいいんじゃない？彼の上司、以前4課におったんだって。なんかあると決まって名古屋組に勝ち込みさせたるぞって脅されとるって言っとったわ。名古屋組か。警察に通報したら何されるかわからんでしょう。私心配でレーラ取材どころじゃにゃーって。だでごめんねたっちゃん。じゃあ。ちょっと待って、弟さんが無事解放されたら安心ってことだよね。今日取材受けてくれるってことだよね。でもどうしたら。久保田警備って言ったよね。俺が何とかしてみる。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備して待ってて。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確かイチョウ通りにあるはずだけど。何？たっちゃん行く気か？こっちも首と指がかかってるんでね。どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか？私風俗ライターをしてる品田というものでして。風俗リアター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん？太ももクラブのミルク、本名はあれなんだっけ。とにかくね、あなたたちが今監禁してる社員を解放してくださいよと。鳥山の件ならギャーブの人間には関係にゃことだ。場違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れればそれでいいんだ。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リアターさんよ、黙って言うこと聞いとかんと痛めじゃすまんくなるぞ。おお、怖っ。そのセリフ実話系の雑誌で覚えたの？おちょくっとんのか。俺ら全員とやり合おうってか。度胸だがや。手加減いらんわ。一気にやったれ。さあ、鳥山さんを呼んでもらおうか。くそ。鳥山さんですね。ミルク、いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが？あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって？えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの？一回だったらな。
こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまったわ。保険やなんだで片付く問題じゃあるせん。弁償できなきゃこいつには闇金で借金漬けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのは？こいつだ。あ？何これ？世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ？おめえが代わりに弁償してくれんのか？そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。修復できるってことですか？違う。これ偽物。素人が出任せ言っとったらいかんわ。こら、掛川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット？1981年から使用禁止になってるから今はプロじゃ使われてないけど、当時なら圧縮バットのはずなんだ。ようわからんけど、それは違うんですか？違う。圧縮バットってのは反発力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ？あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは。そうね。弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ何者だ。ほら吹いとんじゃないわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめゃら。あんたが社長さん？だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね。あれ偽物だから。その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだこちらさんは。おい大野。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ？俺は聞いとらんぞ。違うんです。これは。おめゃまた会社に来た仕事を個人で請け負って店に稼ごうとしとったんか？いえ、これはその。おめゃが勝手に何やろうが構わんがな。俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって。もう一発あちらさんの分も刺したら。タイム鳥山さんの件が大ごとにならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか。そんならしっかり詫び入れないか。申し訳ございませんでした。もしもし姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった。これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。ああ、いやそれは結構大丈夫だから。そうですか。でも本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや美恵子をよろしくお願いいたします。はい。いいねミルクちゃん。
今日は特にいいね。そういいよ。やだ、たっちゃん恥ずかしいがね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。たっちゃん。え？ありがとう。お世辞じゃないからね。弟のこと。あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。やべ、忘れてた。俺の3万後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。返す気もねえくせによく言うぜ。んなことはないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせ闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ。逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで？おめえいつからあの闇金に借りてるんだ？闇金って高杉さんのとこから？あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸したって噂だぜ。やばいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そこと繋がってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん、俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライター、よく知ってんな。宇野さんほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。あれ？ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、
何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょ。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事触れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん、回転寿司？ギャラもらったら俺のとこに直行するんじゃなかったのかよ。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらっても利子分も足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保障で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。おばちゃん、当たったよ。まだあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。よう、ギャラ入ったんだろ。牛島さん、助の生産がてら飲みに来や。それがもう早く金がないってか、しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当ありがとう牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。いらっしゃい。おお、あんたか品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ俺。何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって商品券でもええから回収しなあかんわ。え、なんで知ってんすか。たけ、俺は商店会長だって。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あんなおばちゃん。ほら、これ一杯5000円。それが何、商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします牛島さん、何か一品でいいですから。ようそんなこと言うがね品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。
あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ遅えぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え？東上会と近江連合って知っとる？関東と関西のでかいヤーさんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高知って男が今日禁煙で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついとるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が禁煙で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったがね。どうしてくれるの？それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょ。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない？何？あんた最初っからあのバットが偽物だって知ってたんでしょ？何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって。最初っからひびか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとるとうさばらしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバット見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの？そこまで見当ついとるんだったらまあいい、消したる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの？これくせえなクソだけ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。この借りは早く返したるわ。覚悟しときゃよ。誰だよあんた。金栄町である男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か。あんた町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金栄に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は一見この町に溶け込んで暮らしているが誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。
気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47品田達夫、お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。ちょっと待てよ。これどうして持ってんだよ。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ。15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日品田達夫はサイン盗と野球賭博の容疑をかけられ球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになればこのアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って。あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたらあの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事断ると言うんだな。当たり前だ。俺は受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それでその仕事受ける。
お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か？借金とこれとは無関係でしょ。ああ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は？とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの澤田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うならお前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。マジか。マジっすマジっす。さっき街頭テレビで言ってました。よりによって藤田かよ。ないわ。まあ俺もビビりましたけど、それにしてもあいつまだ監督やってたんすね。終わった。来シーズンも終わった。
ギガンツなんなんだよもう。ギガンツ監督藤田って。ちょっと今の何の話ですか？おいや、ギガンツの監督があの藤田に変わるって。そんなことが。本当だってば。街頭テレビ見てみなよ。さっきまで流れてたから。どうも。監督。こうしてプロ野球界に帰ってこられましたのも、多くの方々の努力とご支援があってのこと。遅すぎる春はないと信じ、日々地道に努力を続けてまいりました。多くの人々に希望を与えられるよう頑張ります。こいつあの野球賭博事件の時のワイバーンズの監督だろう。いや監督復帰できたもんだわ。しかもよりによってあのギガンツの監督になるとは。名古屋の人間バカにしとるのか？何にも知らないくせにバカが。ああ、兄ちゃん俺らに言ったのか？いえいえ、そんな。親の出からワイバーンズ一筋の俺らに向かって何も知らんだと？あいつはな、ワイバーンズ時代に不正行為をしとった名古屋の面汚しだわ。そんな証拠どこにもねえだろ。監督は騒動の責任を一手に受けて。すいません、つい。ちょっと顔かしゃ、おら。すっきりしたぜ。今年のワイバーンズの成績にはよ、どえりゃストレス溜まっとったでや。野球ぐらいでムキになるもんじゃないな。いってでもあなたが負った痛みに比べたら俺なんて。ちゃん、今ええか？まあ。どうしたの？元気ないがね。実はお店の子たちとクリスマスキャンペーンのケーキ作ったんだけどさ、お客さん少なくて余っとるんだわ。よかったら食べに来おへん？そうだな、行こうかな。じゃあお店の屋上で待っとるね。たっちゃん。何？たっちゃんその傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん街に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの街で生きるようになってもう15年。懐かしいがね。たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。ほんで着いたのが私。確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ。それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事。
でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにねえ、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね、映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも。俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はーい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね。現実に。ミルクちゃん。もう逃げるには遅すぎるんだわ。おはよう、高杉さん。今日も早いっすね。お前ずいぶんすっきりした顔してんじゃねえかよ。風俗嬢に一発寝てもらったのかお前。ま、似たところかな。あの男の依頼受ける覚悟がついたんだな。もう過去から逃げたりしない。どうせ逃げられっこないんだ。どうして俺が球界を永久追放されなきゃならなかったのか突き止めてみせるよ。そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ15年も前のことだ。俺もよく覚えちゃいねえし、少し説明してくれねえか。15年前のワイバーンズギガンツ戦、9回裏2アウト一打サヨナラのチャンスにワイバーンズ藤田監督が代打に送ったのは、それがプロ初打席となる無名のルーキー、つまり俺だった。対するピッチャーはギガンツのエース澤田。澤田の必要なカーブを俺はカットして粘り、そして運命の7球目、澤田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、打球はスタンド席に吸い込まれていった。俺の人生で最高の瞬間だった。だがそのホームランにケチがついた。そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為、サイン等の結果によるものだったとして取り消されたんだ。相手チームのサインは見てはいけない。見えたとしても解読しようとしてはいけない。それが野球の掟なんだ。お前がサイントを行っていたという証拠でも出てきたのか。 VTR に映ってたとか。いや、そういうわけじゃない。ならどうして？俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されていたという男が名乗り出たんだ。そいつの証言が元でプロ野球連盟と警察が捜査に乗り出したってわけ。誰なんだそいつは？俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き受けたけど、両親が咎め自首したんだってさ。だがお前はそんな命令をした覚えはないと。当然でしょ。金を渡すどころか何年も顔を合わせてなかったのに。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せたってことか。なんでまた？さあね。俺もなんでそんな嘘ついたのか、その後輩を問い詰めたけど、結局何も聞き出せなかった。
そのすぐ後そいつは行方不明になっちまったしね。なんだと？まさか他の誰かに消されたってことなのか？さあ、それはどうだろう。どちらにしろ俺一人では真相を探れそうにもなかった。とにかく俺はその日からずっと自分の過去から目を背け、風俗ライターとして生きてきたんだ。はあ。お前さっき警察の捜査に乗り出したって言ったか？サイン党ってそんなに重い罪なのか？ことが野球賭博に関係していると見られたからね。一選手が打率を上げたいがためにやったことならまだしも、でかい金が動く組織的な賭博容疑になっちまったし、挙句チーム全体にまで捜査の手は伸びることになった。ってことはひょっとしたらお前個人への恨みとかじゃなく、ワイバーンズを潰すために仕込まれた罠だったって可能性もあるってことか？そうだとしたらそれは結果的に失敗だね。あの事件で休会を追われたのはチームでも俺だけ。それにあとは藤田監督が騒動の責任を取らされ辞任に追い込まれただけだ。藤田か。そういや昨日のニュース見たか？東京で監督に復帰したみたいだな。15年前にワイバーンズの監督を辞任してからずいぶん長かったな。この人はあの一件で俺以上に人生を狂わせちまった人なんだよ。あんなに俺によくしてくれたっていうのに。お前が一軍にいたのが1日だけならそこまで世話になる関係もねえだろう。そんなことない。二軍で腐りかけていた俺を見つけてくれたのが藤田さんだったんだ。二軍の指導法じゃ俺本来の良さが出ないって言って直々に指導してくれて、そのアドバイスがあって俺は一軍に上がれたようなもんなんだ。恩師みたいなものだったってことか。でもそうか、考えたことなかったけど、藤田監督を失脚させるために俺を利用したって可能性もあったのか。だとしたら俺本当に自分が情けないよ。恩をあだで返すってこういうことを言うんだね。まあ本当の狙いが誰であれ事件の裏で必ず得した人間がいるはずだ。ってなきゃ無名の選手をはめる理由なんてねえからな。とりあえずだ、当時のチームメイトとかに片っ端から聞いて回るっていうのはどうだ？球団を辞めてからチームメイトとは一切連絡取ってないんだ。さっきも言ったようにあの一件でチーム全体にも野球賭博疑惑がかかったりして、今さら合わせる顔もないって感じなんだけどね。唯一知ってるとしたら球団専属のマッサージ師だった人が金栄町にいるんだ。マッサージ師？おい、それってもしかしてお前が金を借りてるあいつのことか？宇野さん、今小さな鍼灸院やってる風俗狂いなんだけど、チームメイトからの信頼は厚い人だった。その鍼灸院の場所は帯板通りと紬通りの交差してるあたり。早速行ってみます。ここか。意外と小綺麗じゃないか。いるかな宇野さん。ま、入りますか。宇野さんいる？留守。戸締まりもしねえでのんきなやつだよ。宇野さんまたどっかの風俗行ってるな。だったらここで待つとしよう。すっきりしたら戻ってくんだろ。それが今宇野さんすっきりできるお金ないんじゃないかな。俺から3万回収しようとしてたくらいだから。じゃあ何しに風俗行ってんだよ。そんな時は決まって写真見学回り。永遠にお店をはしごして写真を見てるよ。じゃあいつ帰ってくるかもわからねえじゃないかよ。探しに行くしかないね。禁
家に何店舗あると思ってんだよお前。宇野さんは新人好きだから、新しい子が入った店をしらみつぶしに探していけば会えるはず。遊ぶ気もあれせんのに来るんじゃにゃーよ。なんでだよ。冷やかし大歓迎って表に書いてるだろ。これでも30分も写真だけ見とるやつがどこにおる。お、見つけた。品田、返せ。すぐ俺の3万返せ。本物の新人発見したんだ。しかも業界未経験、平成生まれ。働きなよ宇野さん。鍼灸院ほったらかしてこんなことばっかりしてるから。てめえが言ったことか。さあ返せ。ちょっと待って、今日は聞きたいことがあって。金が先だ。俺が立て替えて払ってやる。いや、いいっすよそんな。なんで？風俗行けるんだから立て替えてもらおうよ。俺はお前と違ってヤバいやつには関わりたくないんだよ。別に借りるわけじゃなくて返してもらうんだから。嫌なこったい。ああいうやつは一度関わると骨の髄まで食い物にされちまう。だがお前からいつかきっちり返してもらうからな。参ったな。唯一の手がかりなのに。品田、あいつの携帯番号教えろ。え？もしもーし、宇野鍼灸医さんですか？実は今から施術をお願いしたいんですが、はい、一番長いコースで、はい、よろしくお願いします。あのエロ親父、風俗代が手に入ると思ってウキウキしてたぞ。じゃあ鍼灸院に戻りますか。お、いるいる。単純なやつだ。いらっしゃい。お前か。お金ならちゃんと払うよ。あの闇金屋の金だろ。その闇金屋ならここにいるけど。宇野さんの客としてなら問題ないでしょ。横になれ。15年ぶりだな、お前の体を見るのは。俺も性感以外のマッサージを受けるのは現役の時以来だよ。宇野さん以外に筋肉触られたくなかったしね。トレーナー冥利に尽きる言葉だ。宇野さん、どうして球団専属辞めちゃったの？宇野さんほど腕のいいトレーナーはそうはいない。球団も必死に引き止めたでしょうに。チームに帯同して日本中の風俗巡りできるのは良かったんだがな。朝が早かっただろ。だから早朝割引が使えなかったのが悔しくてな。まあそういう面じゃ今の方がありがてえよ。まった、こんな時まで冗談言わないの。クビになったんだよ俺も。15年前お前が追放されたのとほとんど同時期だ。俺の他にいい球団専属トレーナーが見つかったからって突然電話で解雇を言い渡されたんだ。開幕前に契約延長して少なくともそのシーズンは専属が決まってたってのに、その直後いきなりクビだなんて言われたんだ。知らなかった。お互い過去の話はしなかったからな。それなりに花のあった野球界から突然掘り出されて、何が何だかわからないまま気づけば15年。こんな生活もお互い板についたもんだよな。で、聞きたかった話ってこんなことか？いや、宇野さんさ、例えばの話なんだけど、俺が球界を追放になって誰か得した人っていると思う？どうした？お前からそんな話振ってくるなんて珍しいな。得をした人間いるわけねえだろ。監督、選手、ファン
誰もいいことなんてあれしなかった。おまけにヤクザまで損したもんだ。ヤクザ？覚えてねえか。お前の八百長容疑がきっかけになって野球賭博が一斉摘発されたの。ああ、そういや。当時この辺りで賭博の利権を持ってた2つの組もよ、摘発のせいでしのぎ削れなくなって名古屋から撤退したって話だ。2つの組？ああ、東と西のでっかい組だよ。東上会と近江連合だっけ。昨日牛島さんの店でその組の人たち見たよ。お前、あん時のプロ野球選手だってバレたらぶっ殺されてもおかしくないぜ。大丈夫だよ。金営で俺の過去を知ってるのは宇野さんだけだし。なんであんなことが起きちまったんだろうな。みんなただ野球をやってただけなのに何が野球賭博だ。結局宇野さんに聞いても手がかりなしか。よし、調整完了。ああ、久しぶり。体軽くなった。当たり前だろ。俺を誰だと思ってんだよ。悪いね、宇野さん。変なことばっか聞いちゃって。ま、おかげで風俗代稼げたぜ。じゃ、ありがとう。ん？おい、品田。携帯忘れちまってんぞ。な。宇野さん？思い出した。まさかあの時の携帯のせいなのか。携帯がどうかしたんですか？ほら、さっき話したろ。15年前俺が突然クビになった時のことだ。実はあの時も今みたいに選手がマッサージルームに忘れていった携帯を届けたことがあったんだ。はあ、誰の携帯？あれは、そう、確か真鍋だ。真鍋の携帯だった。ああ、真鍋さん。真鍋っつったら当時ワイバーンズの4番を打ってたあの真鍋か。そうだ。あの時真鍋は携帯をなくして大騒ぎしていたんだ。これ誰の携帯だ？その日マッサージルームに忘れてあった携帯を見つけた俺は急いでロッカールームに持って行った。そしたら、おい、どこだ？俺の携帯がなくなっとるぞ。誰か知らんか？おい！真鍋さん、これ。チャーゲー！なんでてめえが持ってるんだ？ああ！真鍋は俺から携帯を取り上げると必死になって何かをチェックした。ちょっと真鍋さん、ありがとうの一言くらい言ってくれても。ちょっと真鍋さん。それよりおめえ携帯の中見てねえだろうな。あの時の真鍋の目、あれは普通のもんじゃなかった。携帯の中には何があったんだ？さあ、あの頃は俺もまだ自分の携帯なんて持ってなかったから使い方がよく分からず何も見やしなかった。だが今思えばあの時の真鍋の態度はちょっと変だった。ひょっとしてその携帯野球賭博に関係していたとか、メールで指示が来ていたとか。ありえるな。あんたは野球賭博に関するメールを見たと疑われ、それで球団をクビになった。そうか、そういうことだったのか。真鍋さんを調べてみる必要がありそうだね。今何してるかわかる？確か5年ぐらい前に引退したよな。ああ、その後いろいろ事業を起こしたんだがことごとく全部失敗して、今は狩場町で小さな焼肉屋をやってる。焼肉屋か。
一度食いに行ってやったら追い返された。そう思うとますます怪しく感じてきたな。焼肉屋、俺も行ってみるよ。ありがとう。真鍋さん。誰だったかな。勝手に調理場に入られると困るんだがね。覚えてませんか？そうっすよね。たった一日一軍にいただけの選手のことなんて覚えてませんよね。あんた品田か。思い出してもらえて光栄です。身なりが変わってまって気ぃつかんかっただけだわ。あんたのことは忘れたくても忘れられんがね。そりゃどういう意味の忘れられないだ。バッターとしての品田が忘れられないっていう意味じゃねえよな。あんたは品田の連れだ。気にしないでくれ。真鍋さん、仕事中申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。何の用だ。できることならあんたの面なんて見たねえわ。おいおい、15年ぶりに訪ねてきた後輩に対してあんまりじゃねえのか。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。例えば野球賭博のこととか。俺以上その言葉を口にするな。死にたなかったらな。あからさまな脅しだな。これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。聞きたいこと言うのは15年目のことか。はい。でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン盗なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい？確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。それだけです。話したるわ。だでこれ以上その件について探ろうとするな。いいか。野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン党や八百長の指示がケータ屋に入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けたということだわ。そんな。でもずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も。あんたは一軍にたった1日おっただけだ。不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。肉も野球も同じなんだわ。客に出される肉はよ、こういった食べれえせん筋を裏方が必死になって取ってまって、手間暇かけてきれいになった一部分を表に出すんだ。野球にだって表には出せえへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら知らんでおった方が楽なんだよ。海や肉食うのに悲鳴上げて殺されていく牛の姿なんて想像したねえだろう。知らんでええんだよ。裏で何があったかなんて知らん方がええ。俺にとって野球は全てだった。ここまで知ってしまってはいそうですかなんて言えると思いますか？真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のことを公にしても時効で罪に問われないはずだ。その黒幕は誰だったのか
突き止めようと思わなかったのか？思わんこともなかったが、危険を冒してまで突き止めようとは思わんかったわ。危険？実際ワイバーンズから他球団にトレードされた選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、そいつは不慮の事故で死んでまった。事故？だで、俺以上探るのはやめろ。よう分かっただろう。俺もあんたもマジで命が危なくなるぞ。もはや危険な目に遭っとるんじゃないか？もう身に覚えぐらいあるだろう。そういえば、まさかさっきの。もう帰れ。キャーっていつもの生活に戻れ。最後に一つ聞かせてください。なんで15年間隠し通していたことを教えてくれたんすか？危険だということは承知していたはずなのに、どうして？結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だってお前には知る権利がある。そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった？何なんだよそれ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あとは自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえりゃことなのか。店長、今日やっとらんの？おお、今開けるとこだで。どうぞ。そうか、やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ？八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でもわかるぜ。野球賭博を仕切ってたヤクザ。おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり得をした人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の仇ぐらいか。いや、東上会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。そうか。あ、得してるじゃん。誰がだよ？名古屋組だよ。確かに東上会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をタダで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか？野球賭博を利用して東上会と近江連合を名古屋から追い出す、そのためのサイン党疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはねえ。品田、悪いことは言わねえ。もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長とつないでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで？高杉さん、名古屋組とつながってるんでしょ？組長を紹介してくださいよ。そうすりゃ報酬がもらえるし、借金だって。俺は別にお前の指をプレスすりゃいいだけで。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん。俺は名古屋組とつながっちゃいないし、会ったこともない。え？
1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って脅し文句に使ってただけだ。そんな。実際のとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ謎だらけの組織なんだよ。俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんたとこら、見組みじゃねえよ。ケツ持ちのいねえ金貸しなんざ怖くねえよ。殴ってみろよ。訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのもそこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。匂わないか。ガス漏れてんぞ。窓開けろ窓。誰だ。どういうつもりだ。いや、私はただ。なんでこんなことを。すいません、実は。危ない、下だ。これひでえ事故だな。事故じゃない。え？あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだお前。視力は 2.0。 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。誰なんだい。ワイバーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井？どうしてお前が。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入るめ。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとるけど品田、みんなをよ、俺をよ許してちょ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや。チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ないが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、お前のことは絶対忘れせん。許したってちょ。酒井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、お前が一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でお前だけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、品田、お前には悪いことしたと思っとるが、お前を犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。
犠牲？おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って何なんだよ。どういう意味なんだよ。はっきり言ってくれ、酒井さん。そりゃお酒井さん、酒井さん、おい！ダメだ、死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ。本当にいいんですか？もちろん。ボールはお客さんのもんですから。また明日も明後日も打てばいいだけの話っす。ホームランボールの1個や2個どうってことないっすよ。でも大丈夫ですって。ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。あ？品田達夫さんですね。ちいとお伺いしたいことがありますのでこちらへ。あ、加減吐いたらどうなんだ。やってないもんはやってないんですって。っていうかいい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。じゃあこいつを見てもまだそんなこと言っとれるんかな。知っとる男なんだな。地元の後輩です。この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つうかこんなの馬鹿げてる。だいたいこの写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえ名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいがね。この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったとも証言しとるんだ。何言ってんだあんた。野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょ。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな品田。おみやの場合もはや社会的制裁を受け取るで。素直に認めれば起訴猶予ということも十分あり得るんだ。社会的制裁？俺が？何の話だ？聞いとるせんのか。おめえは野球協会から永久追放処分を受けたんだわ。永久追放？みーちゃんどう？紹介した仕事はちゃんとお風呂で稼げばさ、借金返済、身も心もきれいになって出直せるってもんよ。ん？顎が痛い。
そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっからお前な。終わり。こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。それじゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのにパソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？なんだよこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃないか。そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだよこれ。ワイバンドのやつからもらったのか？いや。まさかお前ずっと自分で配球データ作ってたわけじゃねえよな。やめられないんだよね。あれだけ野球を忘れたいって思ってんのにさ。お前これ沢田のやつだけじゃねえじゃねえか。12球団全1軍投手のデータだよ。コース、球種、スピード、逆球かどうか全部入ってる。なんでこんなもん。高杉さん、前に球種が分かっていてもホームランなんて打てないって話したじゃない。実はあれ半分本当で半分嘘なんだ。プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ一流のバッターにはなれない。相手の配球を8割方分かった上でその球を打ち返す。そのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせるかが一流と二流を分ける差となる。じゃあお前はあのホームラン狙って打ったっていうのか？あの時俺は知ってた。6球連続カーブの後ツーナッシングから沢田がストレートを投げてくるってね。で今さらこんなもん見て何しようってんだ。配球データの奥に名古屋組の正体が見えるとでも言うつもりか？いや、真鍋さんや酒井さんの言ってたことが本当かどうか確かめてたんだ。なんだそれ。真鍋さんは俺が球界を追放されたあの事件の後から八百長が亡くなったと言っていた。確かにデータを見る限りワイ・バーンズは15年前のあの試合を境に素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークがきれいさっぱりなくなってる。そんなのデータだけでわかるのか？野球ってのは驚くくらい定石の塊のスポーツだからね。なるほどな。それだけじゃない。15年前の試合を境にワイ・バーンズはチーム編成も一変している。それまでの地元出身の選手を優先的に取る方針から外国人選手の獲得、トレードも積極的に行ってる。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。確かあいつはお前のことを名古屋を守るための犠牲者だと言ってたが、あれって名古屋出身の選手を守るって意味じゃなかったってのか？そうなんだよ。酒井さんの言っていた名古屋ってのはチームのことを言っていたわけじゃない。もっと大きな、例えばこの町全体に関わるような話なのかもしれない。町？金栄町か。俺も高杉さんもこの町の裏側を知っているようでいて、その実情は知らない。もしかしたら名古屋組を探るにはこれ以上球団関係者ばかり追いかけていても意味がないのかもしれないな。15年前あの事件がきっかけでこの町に何か変化が起きたのか。それを探る必要があるってことか。ああ。誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか？それならもってこいの人がいるよ。
この町の顔役的な人がね。顔役？商店街会長をしてるダイニングバー牛島の店長牛島さんだ。俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛島さんならこの界隈の裏事情にも精通してる。さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか？いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとるあんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。なんだお前、こんなにつけで食ってたのかよ。もしかしてこれ？当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りっていうのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか？例えばあの名古屋組っていうのをできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ？あんたら名古屋組について探っとんのか？なら何にも話せんわ。どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと？ 15年前、それまでの金栄町はひってえもんだった。本日町通りを境目に東上会、近江連合が島争いしとってな。裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今こんな平和なのに？当時野球賭博の利権を握っとったのが東上会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって2つの組は名古屋から出てってまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えとらんか？あれか。ま、俺はろくにスポーツも見いせんから事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東上会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東上会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来抗争もみかじめもなくなって不名誉な事件が起こった事実と引き換えに、みんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲。点と点が結ばれてきたな。あんた名古屋組のボスって男に心当たりはないのか？あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。
この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。たっちゃん、頼むわ、助けて。弟が無理やり連れてかれてまったわ。鳥山さんが誰に？わからんけど、男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、高杉さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃねえか。高杉さんじゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。ああ、そうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ、しっかりして宇野さん。俺が救急車呼ぶ。品田、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。ミルクちゃん、大丈夫か？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるが、15年付き合った仲だ。遺言ぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。街で俺が危ない目にあったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋もんと同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。
俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。はよ始末しんか。久保田さん。金営の町守るのに躊躇はいるんだ。てめえら生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。おいシャダ逃げるぞ。おら待て。シャダこっちでこっちだ早く。大丈夫か。秘密を知ったやつには消えてもらう。大丈夫か。ああ、宇野さんは。ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出ていく。出ていくってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。たくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようがたった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ。バカ野郎が。あの時の観客。1年前お前が金を借りに来た時、
借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああ、そうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前を探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何よ、結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。真鍋さん。はい。久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか？お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ？尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあほりゃほうだが、だが俺らは腐っても野球選手。勝負の世界に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃいようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか。品田。品田。たく、わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ？忘れちゃったんですか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか？15年前の事件を仕掛けたのは。あなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃわかるはずだわ。どうした真鍋？品田の始末は無事に終わったのか？真鍋、どうした？
したんだ品田。おい、藤田監督だ。そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたと言っても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ。トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ。じゃあ名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して東上会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の9回追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東上会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあそれも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か？
それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東上会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど。やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか？俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。達夫ってあんた。俺を覚えているか？堂島だ。お前と同じカムロ西高にいた。堂島って。まさかあの。あれどこだ？堂島君と言ったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど。確かに俺は1組だったがそのアルバムには載ってない。なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ工っていや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一のワル高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロ工を相手にたった一人で喧嘩したっていうのは？俺だ。覚えてるよ。あの時カムロ工のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ工のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなことを？お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、
人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せ、その背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きてゆくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで？当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより、俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。達夫、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って？東上会6代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジ？だからここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ。今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年、俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ？15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫、勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としても。俺がそんなにやわな男かどうか
確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。あ正気。やるな。どうや、これなら文句ないでしょ。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃあ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。達夫、もう動けるな。任しといて。なら今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるかわからんからな。ああ、分かった。達夫、もう準備はいいのか？ああ、OK だ。そうか。じゃあ行くぞ。あ、ちょっと待って。行ったそばからなんだよ。悪いんだけど、先に下降りててもらえる？ん？ごめんごめん、お待たせ。もういいんだな。ああ、行こう。ちょっとすいませんよ。悪いね。全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん。ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会長になると小銭とか持たないんだね。おい。え？これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やばい。はあ、結構ヤクザってのも大変なんだな。なんなんだよこれ。だから大声出すなって。これってあの沢田のことか？俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ？堂島君は先に東京行って。何？俺ちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。ああ、ごめん。あれ？どこ行けかったんだあいつ。ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。
俺まだ結婚もしてねえっつの。沢田！沢田、お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、品田。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスの Y バーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。そうなんだろ、沢田。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース、名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろ。高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろ。牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された最後の仕事だ。沢田。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？品田、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。
どういうことなんだよ沢田。誰なんだよお前にこんなことさせてるやつってのは。それはあいつら俺の見張り役の連中、近江連合の人間だ。近江？どうして近江が？あれが答えさ。藤田さんも俺もずっと近江連合のある組織によって動かされていたんだ。ある組織って？近江連合の出身団体、神戸黒羽組。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていた近江連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。近江連合が近江連合を追い出すためだと？そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと？品田、俺はな、お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな、まさか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか豊戦でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも？そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。それで俺らとの1回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは1回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。そして俺はお前に勝った。結果1回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか？まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で黒羽組の計画にのっとった野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられるってわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ、品田。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得手不得手を知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目
あのストレートはどうして投げた？藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか？沢田。違う。あれは監督、藤田さんの指示だったんだ。なんだと？監督の？ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。どうして？どういうことなんだ沢田？それは喋りすぎだぞ沢田。お前が打たないなら俺が打つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。分かっている。名古屋組の連中は名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ沢田。覚悟はいいな品田。品田、死ねえ！どうして？やはり知っていたのか、ギガンツの際。まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。沢田、どうして俺を助けるような真似したんだ？ずっと知りたかったんだ。どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない。そういうことだ。なるほどね。で結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか？さあ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ？それでいい。よし、それじゃ行くぜ。ああ。生きてるか品田？ああ。それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか？その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ？教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、
金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱い。なあお前、本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない、それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くここから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。品田。おい品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。急いで片付けよう。グラウンドが汚れる。何言ってんだお前。決着をつけよう、俺たちの勝負に。やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。
お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で撃てると思ってるのか？もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が撃ったストレートはこんなもんじゃない。まだ刀らしだ。さあ撃ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした？あの時のホームランはまぐれだったのか？あ？早く次投げろ。こっちの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。ホームラン。どうしてカーブを投げるって分かったんだ？分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年ってお前。20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。品田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。ありがとな、沢田。おかしなもんですな。
もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番だ。俺をつけていることは分かっている。こそこそしてねえで出てきたらどうだ。やはりお気づきでしたか。さすがです。桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた？ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東上界の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。桐生さん、一つ確認させてください。なんだ？東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ？いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか？さあ、仮にそうだったとしたらあなたはどうしますか？ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。行きます。やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。あなたも
あの人と似てますね。あの人？ええ。冴島の兄貴のことです。冴島だと？どういうことだ？お前冴島を知っているのか？あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい。早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか？ああ、いいだろう。その前に場所を移してもいいでしょうか？できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で冴島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから冴島の兄貴の恩義に応えるためにもこれ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島とどういう関係なんだお前？その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、桐生さん。久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか？そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう？じゃあ私は奥にいるから何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。今更説明するまでもないことかもしれませんが、現在東上会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大悟から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の7代目が病気で余命いくばくもないと。ええ。7代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東上会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大悟は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組の斑目と共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長と斑目を取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ。青山さんは堂島会長がいない隙に東上会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東上会を奪うことではなかった。むしろその逆、東上会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは？そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことか。彼らの目的は2つ。一つは堂島会長に真島さんら現東上会幹部の暗殺、そしてもう一つは俺か。ええ。
あなたや冴島さんといった今組織から離れてる人間を監視し、東京に連れ戻すことにありました。理由は一つ。あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを？殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東上会は2人の伝説の極道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの極道冴島大河、その2人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち2人を東京で殺すことで東上会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい。近江の狙いはカムロ町の島だけじゃありません。3万人と言われる東上会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け、最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは冴島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。冴島とお前の関係は？随分奴のことを知ったような口ぶりだが。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は冴島さんを脱獄させ、真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果冴島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は冴島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は冴島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ？近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです。7代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では3つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、兵庫に地盤を持ち7代目の信頼も厚かった若頭補佐高知組組長高知博、そして大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹。その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは1人。ええ。今回一連の騒動、私青山森永を使ってこの絵図を描いていたのはどうした？感慨深そうだな。ちょっと待っとけて。ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い。ちょっと組織内でゴタゴタがあってね。まあいわゆる内輪もめってやつだ。府警内部でか。まあな。長いこと事件を追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが1人や2人必ず出てくる。その後始末さ。夢がどうだのこうだの
いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時。警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな。この町の深さが。一度地下に潜ったら最後警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。カムロ町地下街に下水道、それにこの下にある西の河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな、警察を。で、俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を？ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんでる。だがその後の消息がわからない。東上会本部には戻ってへんのか？ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東上会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに？だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東上会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか？ああ、おそらく森永は地下に潜伏し事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。なんや、知り合いか？今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては堅気みたいな身なりしとったな。勝谷直樹45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的。世間的には青年実業家として名が知れているがな。今近江連合で最も8代目の座に近いと言われる男だよ。勝谷か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか？いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に？さあな。奴は表の顔がある分自由に各地を動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝谷、どっちを追えばええんや？勝谷のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。久しぶりだな、冴島。冴の花や。相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由、もう分かっとんのとちゃうか？まあ見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。
登場会で大悟の護衛を雇った森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡からカムロ町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や？それは教えられねえと言いてどこだがな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。あいつだ。誰やあいつは？森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟？ああ、あれが実に面白い男でな。ふざけんなよ。俺は兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん。ほんまに死ぬであいつ。まだだ。まだ死んじゃいねえぞ、この野郎。来んなら殺す気で来いよ、あんた。そんなことがあったんか。ええ。俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。はい。兄貴が山笠組本部で青山大公に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。
手紙。東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味がわからなくて、兄貴を探して福岡の町をさまよっていたら、翌日青山大光が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間、自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっすよ。森永の兄貴ももうひどいっす。兄弟を捨てるなんて俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんはガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。もういっぺん這い上がってこいや相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん。嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務めや。さあ来いや相沢。はい。行くで相沢。お前の兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけや。冴島さん。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。
今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋。いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ。だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい。どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。わかった。話そう。森永の今の居場所、それは警視庁カムロ署地下2階の霊安室だ。近江。誰さん。相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ？いや、外車が手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃から外車のものとは別の指紋が。別の指紋？ええ。しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦ふ頭で視察隊で発見された元東上会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？で、その指紋、身元は割れてんのか？はい。ですが、これがちょっとっていうか、かなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は近江連合の現役幹部組員だそうです。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報ではカムロ町新カムロヒルズホテルに滞在しているようです。カムロ町にいるだ？ちゅうことは福岡も札幌も名古屋も今回の絵裏で書いとったんはかっちゃんちゅうことか。間違いないようです。すでに勝谷会長以下大阪工業の主力がカムロ町入りを果たしたとのことです。東上会は何やっとんのじゃい。それがこれっちゅう抵抗もなく事実上の無血解除だったようで、おそらく大阪工業と東上会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな蒼天堀はどうなっとんのじゃい。ごく一部の施設を除きほとんどもぬけの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさと支度せんかい。何の支度だか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝谷の好きにさせてたまるかい。はい。そうか、分かった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい。今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる？
そうか。これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません。これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億。それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ。あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件、イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代なども全て大阪芸能で負担することになってます。つまりこの金は丸々こちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたが全て受け取るのがはばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか？引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか？そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば最悪。いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちの T セットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちの T セットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからの悪だとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井って化け物みたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。俺はね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが断ります。遥がドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。
じゃあそのためなら大阪芸能いや大阪工業を敵に回してもよいと？ええ、もちろん。それじゃあまた。ただいま。ってなんだ、花ちゃんも留守か。え？ちょっと何あんた。ちょっとってもう2時間以上ここで待ってたんですけど誰もいなくて。お店の人ですよね。ああ、そうですけど。何の用ですか？いやちょっとお金を貸していただきたくて。はあ、もう困ったな。実は今ね、この神室町の本店は花ちゃんっていう事務、いや秘書か、まあその女の子に経営を任せてましてね。私の一存で自由にお金を貸すわけにはいかないんですよ。ああ、そうですか。弱ったな。で一応聞くけど、いくら必要なの？ここにやってきたってことは結構他の店で断られてきたってとこなんでしょ？それがはいですね、3億と2000万ほど。へえ、3億2000ね。でお願いします。この店は無利子無制限でお金を貸してくれるって噂を聞きました。2000万は後でもいいんです。それよりもどうしても今日中に3億円用意しないと大勢の人の命が。大勢の命？とにかく俺を信じて3億円貸してください。はい、いや気合は分かったんだけどさ、いやそんな大金何に使う気なの？あさって日本ドームで開かれるあるアイドルのメジャーデビューコンサート、それをどうしても中止させないといけないんです。それってコンサート中止のためのイベント会社に支払う違約金3億円俺に貸してください。なるほどね。そんなことがなんかいろいろつながってそうだね。だが一つ困ったことがある。実はあさってのコンサート、舞台に上がる沢村遥ってのは今俺が預かってる立場にあるんだ。そうなんですか？しかも都合が悪いことに俺と遥ちゃんはどんなことがあろうとそのコンサートをやりたいと思ってる。現に遥ちゃんは今もとある場所で事務所の連中と密かにレッスンを続けてる。それに俺もついさっきコンサートを中止してほしいという打診を断ってきたばかりだ。でもコンサートをやればどんな危険が待っているかもわからないんですよ。そんなことは分かってる。だがそう簡単にやめるわけにもいかないんだよ。あのコンサートにはいろんな人間の夢が詰まっているからな。夢ですか？とはいえ危ないと分かっているイベントをやれば客にまで被害がいく可能性もある。工業サイドとしては何としても事前にその危険を取り除く必要はあるな。それじゃあイベント中止を。いやダメだ。安易に中止すれば遥ちゃんはその時点でパク社長から引き継いだ夢を諦めることになる。夢ってのは手が届く時に掴み取らないとダメなもんだ。次のチャンスはなかなか訪れない。あんたのホームランのようにな。今やるしかないんだ。いやでも遥ちゃんに危険な橋を渡らせるわけにはいかない。それじゃあ調べるしかないようだな。あの夢の舞台の裏で何が起こっているのか。ちょっと待った。
あんたに会うためわざわざこうして来たんだ。そんな急いで逃げようとしなくてもいいんじゃないの？俺は何も知らない。本当だ。俺は何も知らない。本当だ。あれ？おかしいな。まだ何も聞いてないのに。なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はかっちゃんに頼まれただけなんだ。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。かっちゃんって勝也のことか？そうだ、大阪芸能の社長の勝也だ。どうして勝也が？俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただそいつはあさってのコンサートを開かせに来るはずだから、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。で、あんたはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとしていたのか？違う。今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。まだパクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ。パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんただろうが。だからそれも違うんだって。俺はかっちゃんの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。一体何の話だ？死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ？ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ。かっちゃんが言うんだから間違いない。だってかっちゃんとパクさんはこの20年間ずーっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとかっちゃんがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。はあ？どういうことだ？勝也とパクさんがつながってるだと？おう、そうだよ。俺はかっちゃんの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもかっちゃんも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。なんだと？これは20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。確か真島とかいう名前だったっけかな。ちょうどその写真を撮った直後、かっちゃんが撮影中にスタントで大怪我しちゃってね。かっちゃんは引退を余儀なくされた。そのピンチを救ったのもパクさんとその真島という男だよ。真島さんが？ええ、アクション俳優だったかっちゃんがこの業界で生きていくには裏方に回るしかなかった。だが強豪ひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもかっちゃん同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。でも確かダイナチェアと大阪芸能は犬猿の中だと聞いていたが。それは表向きにはね。そうやってライバル関係ってことを業界内にすり込んで話題作りをしていただけだよ。あ、そういや確か何年か前にパクさんところのアイドル2人組が大阪芸能に移籍したんだけどね。 T セットの話か。そうそう、あれもさパクさんがかっちゃんに頼んだのよ。あの T セットの2人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させて
ダイナチェアが育てたことを対決させて育てたいってパクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。かっちゃん東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。なんだって？それじゃあ真島さんと勝也は？うん、今も知り合いっていうか、かなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が？中止？何？延期じゃないの？延期？うん。だって俺はかっちゃんにあさってのコンサートを1日後ろにずらしてほしいとしか言われてないけど、なんかあさってじゃ新曲の振り付けが間に合わないからとか言ってたけどさ。あの勝也って男、一体何を考えてるんだ？そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。桐生さん、どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？こいつは？これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。それでは本当に緊急なコンサート開催になると？ええ、そういうことになりますね。ですが T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受けメジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、これをラッキーなきっかけとして、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だがタレコミによりゃ現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。その体でか？俺が行く。冴島さんが？お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか、桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場回乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。
あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。桐生さん、どちらへ？ババ、お前は残ってくれ。でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。もしかして桐生さん、そのこと知り合いなんですか？ああ、話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは？諦めるなとな。それだけですか？ああ、それだけだ。お前が勝也。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。登場会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。これはどういうことなんや、勝也、このボケが。キルラン、それにそっちは確か冴島。さあ、これで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか？さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が登場会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ？そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです。福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住高知東上会近江連合両幹部の事故死、全ては東上会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にもわからないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか。その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ。おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない。ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東上会の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後で、
その全てを奪い取るつもりなんですよ。最小限の労力でね。そこまで分かっているなら、どうして敵の計画に乗るように動いたんだ？そうでもしなけりゃ敵の正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば、敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後、姿を現すはずです。誰なんだ？お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは、戦い終わって生き残った人間だけ。なんやこっちゃ。喧嘩嫌いなお前にしては珍しいやないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡せな兄貴。ま、そりゃそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡せ。どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は、責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。俺はそれでいい。冴島。その代わり俺が生き残った時は、東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのか、お前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええか勝也。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか、冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。ああ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。
手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。久々の喧嘩、手加減しませんよ。おい。残ったのは俺たちか。ああ、そうやな。冴島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで桐生。どないする桐生。そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ、だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。ほな行くで。その必要はねやっぱり東京に来てくれたんだな桐生。あいつなんでここに。お前は府警4課の。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕、七代目近江連合会長黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタばらしが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。4代目。弾はあと2発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや、親父。お、その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカなら、その下の連中を騙すのも簡単だからな。親父。まあそっちの色男は気づいていたようだがな。勝也。何なんだお前の目的は。
俺ら東上界側の人間を殺す理由はわかる。だが渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ子分？こいつらがあいにく俺はもっとドライでね、俺が7代目になった時からずーっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと、それが親自分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒。今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ捨て駒にしちゃよく働いてくれたがね。わし、教えてくれ。俺らんことけなすのは構えん。せやけどあんた、一体何がしたかったんや。私の兄貴。ほら、今めっちゃ寂しいね。俺、あんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで日本一の子分になるんが俺の夢やったからや。せやのになんで何も相談してくれへんかったんや。ああ、親父！それだよ。お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと？媚びも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなくてめえのカリスマだけできれいに極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父、いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカどもを操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃこのまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強いやつと喧嘩したい。親友を守りたい。夢を託したい。命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほどその夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。かっちゃん、よかった。かっちゃん、おい、かっちゃん、しっかりせよ、おい。なんでや、かっちゃん、なんで俺のこと守ったんや、おい。だって兄貴がいなかったら大見が8代目ついてください。必ず。分かったからするな、かっちゃん。おい、か
かったわかった許さねえ。お前だけは絶対に。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。1ヶ月ぶりですかね。黒沢会長、堂島大吾。大吾。お前どうしてここが？福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね、少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと？ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東上会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか、なぜか名古屋では東上会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは？俺です。名古屋組を背後で動かしてる人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた？あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと？あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東上会に入り込んだ裏切り者の一掃っていうわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東上会のあり方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかはわからないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ？このビルにあんたが登っていくのを見た時確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。
桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか？黒沢会長、お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大悟、やめろ！桐生さん、冴島さん、後のことは任せましたよ。大悟、お前。これでやっと俺も6代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ？選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか。選んでください。さあいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。大悟！誰や？あいつ大阪工業の。なんでお前がそこにおるんじゃ、かなえ！お前勝也を裏切ったのか。大悟！大悟！桐生！話してくれ。大悟がとまあこういうことだ。ふざけるなお前。どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの。お前はるかに何しよってんだ。おい答えろ。答えろ黒沢。答えろおい黒沢。答えてくれ。桐生、どうしてなんだ。どうして俺が来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでなんだ。
はい、そう。そこで、はい、もっと腕を開いて。違約金？何ですかそれ。せやから明日のコンサートはうちの都合でキャンセルになったわけやないって何度も言うてるやないですか。ええ、そうです。たとえ明日のコンサートがキャンセルになっても絶対近日中に東京で沢村遥のライブイベントやりますんで。ええ、はい。ほんなら。山浦さん。ああ、ごめん、練習中に。また問題発生？うん。明日のイベントの衣装を頼んでた業者からイベントキャンセルするんやったら衣装を提携してたブランドへ違約金払えて、人の足元ばっかり見て東京の業者はむちゃくちゃやわ。確かに厳しい状況ですね。明日のイベントの契約をまとめていたのはパク社長だったわけですからね。そのパク社長が亡くなったのをいいことにふっかけてくる業者もいるでしょう。ただでさえイベンターからの一方的なキャンセルでこっちはあたふたしてるっちゅうのに、しかも理由が大阪芸能の方が条件がええからって、そんな理屈ありえへんやろ。でも山浦、このままでは遥もかわいそうです。近いうちに東京でイベントをするにしても舞台の構成や場所が決まってないことには練習にも身が入らないでしょう。大丈夫です、私。それより一つ気になってることが。何？社長が生前この手紙を？別れた旦那さんと明日のコンサート終了後に会う約束をしていたみたいなんです。20年ぶりの再会ですか。社長もロマンティックだったんですね。多分社長にとってドームでのコンサートは一つの区切りみたいなものだったんだと思うんです、私。区切り？はい。社長は20年前ドームの舞台にあと少しで立てるというところでその夢を諦めなきゃならなかった。多分それからもずっとパクさんは社長になってからもその夢を見続けたんだと思います。私のドームでのイベントはその夢に区切りをつけるためにやろうとしてたんじゃないかって思うんです。つまり社長は心の中ではまだアイドルを引退できてへんかったっていうことか。芸能の世界に生きる人間は皆そういうものなのよ。それまで人から注目されていた自分がある日突然見向きもされなくなっていく。そして次第に仕事は減り、誰知ることなく孤独の中業界から去っていく。自分の夢にピリオドを打てるのは自分だけ。それがこの世界の残酷なところなのよ。だから私どこまでできるかわかんないですけど、社長が天国で後悔することがないようにしっかり歌って社長に引退させてあげたいんです。はるか。だから山浦さん、明日じゃなくても明後日でも1年後でもいいから日本ドームでコンサートできるまで一緒に頑張ってもらえませんか？私もっともっと練習してその時まで舞台に立っていられるよう頑張りますから。そんなことあんたに言われんでも分かってるわ。山浦、私かて社長の夢ちゃんと引き継いでるんやからね。あんたが引退しよう思っても絶対にドームコンサートやるまでは引退させへんねやから。はい。よし、ほんなら練習戻って。私は今からイベント関連の業者のとこ回ってなんとか次のイベントできるように交渉してくるから。うわー、何このスタジオちっさー。ちょっと舞、やめなよそういうこと言うの。よー、お邪魔します。中井さん。ちょっとあんたらこの後に及んで何の用や。加減にしいや。あんたらのせいで
私らどんな思いしたか分かってんの？嫌がらせしに来るんやったら今すぐ帰って。怖いわ。そんな怒らんでもええやんか。今日はせっかくええ話持ってきたっちゅうのに。なんや今さら適当なこと言わんといて。適当なんかちゃう。こっちは社長が命がけで仕掛けたプランを伝えに来たんや。ちゃんと話くらい聞いてくれや、山浦。なんなん？はよいいや。明日予定しとった T セットの日本ドームでのメジャーデビューイベントは中止する。え？なんで？そん代わりあさって1日延期して別のイベントをドームで開催する。別のイベント？せや、プリンセスリーグ2012で準優勝した T セット、それに優勝した沢村遥による特別ユニットドリームラインのデビューイベントや。特別ユニット？ドリームラインって何それ？要はうちの勝谷社長がパク社長もいなくなってかわいそうなダイナチアさんと組んであげて、はるかと私たち T セットを一緒にまとめて売り出してあげようって話。それって本当ですか？本当よ。まあ私たちは明日 T セット単独でイベント開催しても何にも問題なかったんだけどね。社長も中井さんもはるかとユニット組んだ方が話題になるって言うからさ。すごい。うん、実現できたらすごいと思うね、マイ。うん、まあすごいんじゃん。ちょっとどういうことな？この話はプリンセスリーグの開幕前からお宅のパク社長とうちの社長の間で決まっとったことらしい。でまあ俺もおとついの夜社長から聞かされたばっかりなんやけどな。プリンセスリーグの前から？俺も最初は勝谷藩が思いつきで言うとるんやとばっかり思っとったけど、どうもほんまらしいわ。現年大手レコード会社ともパク勝谷の両名で契約済み、デビュー曲もきっちり出来上がっとる。どないなってんのよ。この子らの管理してる私やあんたがコンサート直前まで何も聞かされてへんなんてことある？まあな。せやけどもう今となっては確かめようがない。お宅のパクさんは亡くなってしもた。それにうちの社長も。どないしたん？なんかあったん？ちょっとした事故に巻き込まれてな。今東都大医学部で緊急の手術を受けてるとこや。勝谷さんが？ただ一つ言えるんはパクさんも勝谷社長も本気やったってことや。こうなったらうちらに今できることは二人を信じてこのイベントを成功させることだけ。そうは思わんか？山浦、一つだけ条件がある。なんや？イベントの仕切りはそっちに任せる。そやけどその新曲の振り、そしてコーラスは私とクリスティーナに担当させてほしい。でや、それでええんやったらこの話乗るけど。大阪でナンバーワンの腕持ったあんたら二人以外一日でこの曲を形にさせられる人間はおらんやろしな。逆にこっちからお願いしたいくらいやわ。それじゃあ中井さん。ああ、交渉成立や。やったねはるか。頑張ろうね。プリンセスリーグナンバー1と2の実力、東京のお客さんに見せつけようね。はい。はい、今度はどちらさん？すいません、こちらに沢村遥さんって方いらっしゃいますか？ああ、いますけどご用件は？
実は私桐生一馬さんから伝言をことづかってきたんですが。今から少しお時間いただけますか？ここではちょっと話しにくいな。沢村さん、できれば少し静かな場所で話がしたいんだ。天下一通りの近くの第三公園、わかるかい？はい。俺そこで待ってるから後で来てもらえないかな。わかりました。よかった。じゃあまた後で。はるか、あんた行くつもりなん？はい。はいって、あいつ知ってる人な？伝言がどうの言うてたけど。いえ、知らない人です。ほんならなんで？どう考えても怪しいやろ？しかもこれから忙しなるっちゅう時に。でもおじさんの、いや大切な人からの伝言だって。な？なになに？伝言って彼氏からなの？そんなんじゃ。うっそ。じゃあどういう人なのよ。それはちょっとあんまり詳しくは。怪しい。ちょっとあんたら。皆さんお願いです。私に少しだけ時間をくれませんか？山浦さんの心配もわかりますし、本番まで時間がないことも分かっています。でもはるか、私はいいよ。ね、マイ。私も賛成。どうせこれから本番まで寝る暇もないぐらいレッスン漬けになるんだし、今のうちにやりたいことやっとけば。でももちろん自分はアイドルだってこと忘れないでよ。あずささん、マイさん、ほんまにもう気ぃつけるんやで、はるか。夢はもうすぐそこにあるんやから。はい、ありがとうございます皆さん。ごめんね、さっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃって。いえ、それでおじさん、いや桐生さんからの伝言って。あ、そうだよね。その話をしないとね。実は昨日の夜、俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね、君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよ。そうだったんですか。でも桐生さん、昨日の夜はちょっと忙しくてね、君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むって。それでおじさんはなんて？諦めるな、そう君に伝えてくれって。諦めるな。短い伝言だよね。でも本当は桐生さん、もっともっと君に伝えたいことがあったんだと思う。だけど時間がなかったから一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな。諦めるなか。いい言葉だよね。俺は桐生さんと君との関係はよく知らないんだけど、きっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうね。はい、ずっと、もうずっとずっと応援してくれてます。そうなんだ。だけどよかった。桐生さんの願いは通じたのかもしれない。ドームのコンサートはできなくなっちゃったけど、さっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない？なんかあったの？はい、実はあさってドームで T セットの2人と一緒にコンサートができることになったんです。え、ドームで？よくわからないけど、うちの事務所の社長と大阪芸能の勝谷社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんです。だから私本当に嬉しくって。そうか。
あ、そういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど、福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですか？いや、それは。もうおじさん相変わらず人使い荒いんだな。そんなことするなら電話してくれればいいのに。ねえ、そう思いません？はるかちゃん、実は桐生さんは今カムロ町に来ている。ちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね。短い出張みたいなもんだ。そうだったんですか。今は出かけてるけど、すぐそこのビル、ニューセレナって店が入ってるビルに滞在してる。はるかちゃん、さっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさ、そのコンサートどうしてもやらないとダメなのかな？どうしてそんなこと？これは俺の勘なんだけど、そのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ。何かって何ですか？わからない。でもさ、そのコンサートって急に決まった話なんだよね。だったらなおさらおかしいって。日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし、絶対なんかあると思わない？まあそれはそうですけど。それにさ、実は今桐生さん大変な時なんだよ。親友だった人が事故で危篤になってるみたいでね。誰ですか？それは俺も知らない。でも落ち込みっぷりは半端ない。このままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると思う。あんなに強い桐生さんでさえ大事な人を失った時は心が弱くなるんだ。そんな時もしそばに君がいてあげたら、きっと桐生さんにとってそれ以上の心の救いはないと思う。どうだろう。君はまだ若い。それに今ここで焦ってコンサートしなくても、またいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ。今は桐生さんのために彼のそばにいてやってもらえないか？はるかちゃん。ごめんなさい。私は桐生さんのそばにはいられません。はるかちゃん。おじさんは優しい人だから、友達がそんなことになってすごく辛いんだと思います。でもきっと今私が戻っちゃったら、おじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです。大事なもの？ええ。うまく言葉にはできないけど、自分が信じていたものが壊れてしまうっていうか、私、おじさんを信じています。だから私はおじさんが苦しんで送り出してくれた道を進みます。ありがとうございました。おじさんの伝言伝えてくれて。いや。それじゃあ私戻ります。ちゃんとレッスンしないといけないんで。はるかちゃん、最後に一つ聞いてもいいかい？君、最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのか、それに名前すら聞かなかったけど、どうしてそこまで俺を信用することができたんだ？だってそれはお兄さん、おじさんの友達だと思えたから。俺が？はい、私わかるんです。桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから。似てるか。少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでした。それじゃあ答えになってませんか？いや、ありがとう。大丈夫だよ。それじゃあ失礼します。
ぱり俺はまだダメだな。大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒とる。ここまでたどり着けたんが不思議なくらいや。病院に行った方がいいんじゃないの？そうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高い。そうなれば理由がどうあれ 2,3 日は身動きが取られへんようになってまう。それだけは避けなあかんのや。ママには迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。おう、どうだ怪我の具合は。はあ、そうか。それで大悟の方はどんな具合や。そっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況だ。今日明日が峠ってとこだろ。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いた時は、てっきり東上会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが、まさか事件の裏にお前らまで控えていたとはな。あんた俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか。大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだな。でもまあいいんだ。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。まあ言い換えりゃ俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事やってんねんだからよ。立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことか。ダチでもなけりゃ同僚でもない。でも必ずどっかで繋がっちまう。まあ俺とこいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな。因縁か。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。そしてその10年後、桐生はまたこの店へと戻り、東上会の消えた100億事件に巻き込まれていった。それから7年間、常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだった。そうだったわね。ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえな。その通りですよ、伊達さん。秋山。この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。やっぱりみんなここに集まってくるんですね。お前、お久しぶりですね、冴島さん。どうしてお前がここに？実は皆さんに近江連合と東上会の今起こっていることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましてね。秋山、まさかお前も一枚噛んどるんか。まあ福岡で始まり札幌、大阪、そして名古屋と続いた東上会をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。7代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた。
3人の男の手によってね。3人の男？堂島大吾さん、それに大阪工業会長の勝谷直樹、そしてもう一人はあの真島五郎さんです。これは真島さんと勝谷、それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です。皆さん、少しお時間をもらえませんか？今回の事件、すべては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものです。それはもうご存知ですか？ああ、お前が来る前に冴島から荒方の話は聞いてる。あの黒沢って男が東上会の幹部や桐生、それに身内の渡瀬や勝也を消すためにやったことやと言うとったが。そうです。すべては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています。東上会の杯外交、それに伴う福岡、札幌、名古屋での幹部殺害、すべては黒沢が描いた計画です。しかし唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います。大阪での事件って一体何なんだ？この手紙です。真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって、勝也率いる大阪工業と遥ちゃんが所属する芸能事務所ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです。真島の別れた女だと？冴島、お前そんなこと知ってたか？思い出したわ。勝也っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってた。シャバに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことがある。おそらくお互いの今の立場もあっていろいろと公にできないところもあったんでしょう。真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはずです。で、この手紙がどうしたんだ？これがそんなに重要なもんなのか？その手紙は真島さんがかつての妻だった女性遥ちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パク・ミレイさんに宛てたものです。問題はその手紙の消印、真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものなんです。真島が死んだ後の消印だと？ええ。しかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっている。その情報を知った大阪工業の連中は真島さんはまだ生きているものだと思い、真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんです。その結果、手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げ、その手紙を引き継いだ遥ちゃんも大阪工業に追われる身となってしまった。ちょっと待て。じゃあ真島はまだ生きてるってことなのか？いや、残念ながらそれはないでしょうね。もし生きているとすれば昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょう。でも真島さんは姿を現さなかった。おそらくこの手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です。兄弟。じゃあこの手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ？勝也です。そもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんです。なんだと？どういうことなんだ？ずっと気になっていたことがあったんです。大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのか、それが全く分かりませんでした。そのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんか？いや、それはありません。パクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです。手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょう。じゃあどっから？その秘密がこの写真に隠されていました。これは今から20年前、当時東京でアイドルとして活動していたパクさん、それにその旦那さんだった真島さん、そして
まだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を映したものです。なんだと？当時勝也のマネージャーをしていた男から聞きました。パクさんと勝也、それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです。俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうです。お前さっきこの3人が計画した言うとったけど、そしたらまさか。そう、真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也、それに他でもないパクさん自身なんです。どういうことだ？おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき仕掛けたトラップといったところでしょう。トラップ？本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流し、その情報に寄ってくる人間が誰なのか、それを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんです。そして敵はまんまとその罠にはまった。誰だったんだその敵ってのは？勝也が会長を務める近江連合直参大阪工業若頭の金井、それに俺をわざと煽って遥ちゃんが大阪から逃げないよう誘導した府警の刑事、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です。金井て大悟を撃ったあの男か？子分の金井が裏で黒沢とつながっているということを知った勝也は、自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするため、あえて自らもこの手紙を追うような行動をとった。だが実際は金井に監禁されていた遥ちゃんを救い出したり、遥ちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動をとっています。きっとそれがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょう。じゃあパクは勝也と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけか？おそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思います。だが事件の鍵を解き明かすためのヒントを、金庫の鍵である万年筆を遥ちゃんに託した。もしものことがあった時、遥ちゃんならきっと自分の意志を継いでくれるに違いない、そう思ったんでしょう。でもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝也に協力したんだ？東上会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのに。それが彼女と真島さんの絆なんでしょう。多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います。生きる世界も違う、いくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはない。だがそれでも彼女はどこかでつながりを感じていたかった。だから勝也を通じて真島さんの近況を聞き、20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います。桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたら、パクさんと真島さん、愛し合いながらも別れなければならなかった2人の交差点は勝也だったということでしょう。しかしそれにしてもお前よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだな。ああ、いや実は今ちょっとその辺りの事情に詳しいっていうか、詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましてね。誰だそれ？元プロ野球選手でうちの店の客なんですが、今ちょっと友達のところに会いに行ってます。友達？なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか？例えば兄ちゃんやったら同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？復讐ですね、間違いなく。でも
そいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな。ちょっともういつもそこでミスるわね。確かにさ、曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ、振りが頭に入ってないんじゃないの？すいません。先生、もう一度お願いします。厳しいわ。うちのあの二人、性格は褒められたもんやないが、ダンスと歌の実力は本物や。振り付けを覚えるコツも、それを表現するテクニックも知っとる。それに引き換え、はるかの方はまだまだやな。せやけど、あのパクさんが夢を託した女や。なんとしてもあと1日でこの曲をマスターしてもらわんことにはな。せや、なんせもう明日にはドームの舞台に立つんやからね。ドームのコンサートが危険だと？ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実ははるかちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して日程が今日から明日に変更になったんです。しかもはるかちゃんだけでなく、大阪芸能所属のはるかちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。 T セットっつったら、はるかの代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのか？ええ、多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょう。で、コンサートが危ないっちゅうんはどういうことや？多分勝也ははるかちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざとはるかちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましてね。なんで黒沢がはるかを狙うんだ？もしもの時のための保険でしょう。はるかちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね。確かにあの時黒沢は言うとったな。桐生にはるかの心配をした方がええっちゅうようなことを。だがドームでのコンサートはパクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だからどうにか開催日を変更することではるかちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。なるほどな。しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。コンサートを中止しようにも当の勝也は意識不明の重体。事態は悪い方向に進んでしまってます。それでお前はどうする気なんだ？明日のコンサート、何とかして黒沢たちの侵入を防ぐ、もしくは延期や中止にできないかと思ってます。中止か。まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。
正直辛い選択です。実際に俺も今日までは何としてもはるかちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。ですが黒沢がこの町にいる今、他に選択肢が。ダメだ。桐生さん、動けるのかお前。どんな事情があってもそのコンサート中止にしないでやってくれ。桐生、お前話聞いてたのか。ああ、大体のところはな。だったらわかるだろう。今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか。分かってる。それじゃどうして。はるかが今の話を知ったところで結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか。おそらくはるかを止めることができる人間は俺だけだろうからな。そうです。きっとはるかちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょう。でも桐生さん、あなたが直接諦めろと言えば彼女はそれに従うはずだ。危険と分かっていてもあなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか、桐生さん。おい桐生、お前。俺が行ってくる。こんなとこにおったんか。ちょっと夜風に当たりたくてな。お前迷うとんのか。まあな、答えは心の中で決まっているのにどうしても怖いんだ。あの黒沢って男にはるかのことを言われた瞬間からそのことが頭から離れない。あの黒沢って男は心に揺さぶりをかけるのが天才的にうまいやつや。無理もない。それだけじゃないんだ。はるかや朝顔の子供たちと離れて暮らしてからの1年間、俺は本当の孤独というものを味わった。そばに女がいても新しい仲間ができてもなぜか心は寂しかった。どうしてなんだろうな。昔は無所で暮らした時もこんな感覚なかったの。もう俺も老いちまったってことなのかな。ちゃう。それが家族なんや。家族？17年前、お前には家族がおった。錦山、それに弓、風間の親父といった連中がな。せやから10年無所に入ろうが遠く離れて暮らそうが寂しいと思うことがなかったんや。自分には帰る家がある。絶対に待っとってくれる家族がおる。それだけで人間は孤独から救われるんや。俺もそうやった。25年も無所に入っとってそれでも希望を失わんかったんは外に安子、それに真島の兄弟が待っとると信じてたからや。けど安子は死んだ。それに真島の兄弟も行方知れずや。けどな、俺は今ちっとも寂しない。なんでかわかるか？いや、二人とも自分の決めた道を進んだ末行ったから奴らは生かされてたんやない。自分の力で生きて自分の足で歩いて
残った俺は奴らの分まで思いっきり生きるだけ、そう思えるようになったんや。自分の力で生きるか。はるかのコンサートのことはお前が決めたらええ。お前があの子に夢を叶えさせたいと思うんやったら、俺らはいくらでも協力する。たまには仲間を頼りにするっちゅうのも悪いもんやないで、桐生。だからこっちの入り口からは入れないんだって。野球の時とは違うの。だったらこっちの入り口はどうですか？ここだったら外野席にも侵入できますよ。お前ら。ああ、桐生さんお帰りなさい。何やってるんだ？ああ、これ日本ドームの図面ですよ。明日のコンサートの見取り図を作ってまして。明日の？だって桐生さん、はるかちゃんに諦めるなって言ったんでしょ？え？さっきこの図面を取りに行った時、はるかちゃんが言ってましたよ。桐生さんからの伝言聞いたって。もうそうだったらそうと早く言ってくれればよかったのにねえ、冴島さん。そうやな。じゃあ当日の入り口についてですが、もう一度おさらいするとですね。ちょっと待ってくれ。はい？この男誰なんだ？ああ、紹介するの忘れてました。彼が大悟さんの友人で、元プロ野球選手で球界を追放されて、おまけに俺から3億2000万もの金を借金しようとした、名古屋の風俗ライター白です。よろしくお願いします。じゃあもし敵がはるかちゃんを銃か何かで狙撃するとしたら、外野スタンドからしかありえないってことだな。はい。もしこの図面通りステージがホームベース上に位置するんであれば、誰にも見つからずに狙撃できるポイントはさらに絞られます。このバックスタンドの横、この部分しかありえません。なんでそこまで断定できるんや。もっと他にも狙撃できるとこありそうなもんやけどな。それ以外の場所だと周囲に人がいたり、角度の問題で狙撃するのが難しくなってしまう。ステージの柱や照明、それにカメラの配置を考えると、ホームベースを狙い撃ちするにはこのポイントしか考えられないんです。まるで経験があるような言いっぷりだな。いくら元野球選手って言ったって狙撃されたこともしたこともないんでしょ？本当にその場所に敵が来るって断定しちゃっていいのかな？本当ですって。ここしかないんですって。現に狙撃とまではいかないですが、実際プロの世界じゃホームチームがこのポイントにスパイを用意するのは常識だったりしますから。スパイ？なんだそれ？いわゆるサイン塔ってやつです。このポイントから相手キャッチャーのサインを直接望遠鏡などで盗んで、それをベンチに無線で送ったりしてます。じゃあプロのバッターってのは相手の配球を知った上で打ったりしてるってわけ？全部が全部ってわけじゃないですけど、試合を決定づけるような局面でサインを盗むってのは結構ありますね。ちょっと待った。それじゃあ君が15年前サイン盗したって疑いをかけられた事件ってのも本当にサインを盗んでいたってこと？その逆なんです。本来ならサヨナラがかかったあの場面、ワイバーンズが勝ちに行くんであれば、バックスタンドのこの場所にスパイを配置してサインを盗み、その配球を三塁コーチャーが俺に教えてくるはずでした。だがあの時バックスタンドには誰もいなかった。じゃあ君はサインを知らなかったってこと？はい。
だからあの時俺はホームランを打てたんです。サインを事前に知らされていたらきっとあのストレートを打つことはできなかったでしょうから。なるほど。皮肉なもんだね。サインを知らなかったからこそ打てたホームランか。なのに君はサイン盗の嫌疑をかけられ9回追放されちまったんだからな。だがどうして15年前にそのことを話さなかったんだ。話せば無実が証明されそうなもんだが。ま、そうなんですけどね。できなかった。なんで？お客さんの夢を奪いたくなかったんです。誰も夢のフィールドでそんなことが行われているなんて知らない。いや、知りたくもない。彼らは俺たちのプレーを見て喜び、興奮し、自分の果たせなかった夢を重ね合わせる。俺が打ったたった1本のホームラン、それを見て元気を取り戻してくれたってファンの人もいてくれたんです。夢か。このコンサートも同じです。会場に来るお客さんたちははるかちゃんの歌い踊る姿に夢を見る。人間ってのは自分の目で夢を見ないとダメなんです。夢を見なきゃ自分の夢を想像することなんてできない。そうやって夢ってのは形を変えて人から人に伝わっていくもんなんだと思います。俺が沢田に夢を見たように、堂島くんが俺に夢を感じてくれたように、今度は堂島くんが命がけで守ろうとした夢を俺が引き継ぐ番です。そやな。俺も兄弟が残した夢に蹴りつけなあかんからな。ですね。ああ。カムロ町の夜景がこんなにもいいもんだとはな。お前が生きてることは分かってた。最後の最後までどちらか片方が生き残り俺を倒す。それが勝也との約束だったんだろう。真島。黒沢。さあ、最後の一仕事を手伝ってもらうとするか。さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動にしません？そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。そやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだらここに集合。いいですか？わかった。じゃあ明日の夕方行動開始で。うわ、超話題になってるよ今日のコンサート。え、本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。
変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたのはるか、大丈夫？はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあそろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京カムロ町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表をしました。犯人は広域指定暴力団東上会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京カムロ町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表をしました。どうしますか？コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。逃げろ！一体これは。どういうことや？どうした？この男の大門、真島組のもんや。なんだと？どうなったんすかこれは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東上会を追い出すことにあったんだ。真島組と東上会を追い出すだと？きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いやこの町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が開きません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。
冴島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか？俺が行きますよ。それがいい。お前が？ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょ。品田、俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ずはるかちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島君が命がけで守ろうとしたこの町、それに東上会を守り抜いてください。お願いします。分かった。冴島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃあ行くぜ。冴島さん、行くで品田。よくこれだけ集まるもんだ。こんなとこまでおったか。やるしかないですね。ああ、行くで品田。はい、開始1分前。はるか、準備はいいわね。さあ、夢のユニットドリームラインの始まりよ。私たちも思いっきり楽しもう。
黒沢。やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。真島はどこにおるんや。兄弟。真島。堪忍や兄弟。こないなことになってしもて。黒沢、一体これはどういうことなんや。説明せえ。まあそう焦るな。楽しみはこれからなんだからよ。何をしてんねんお前。これでいい。おい。さあ始めるんだ。真島、お前何してんねん。すまんの兄弟。俺らは殺し合いをせんといかんらしい。何やと。俺にはな、桐生ちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。何わけのわからんこと言うとんねんお前。こういうことだ。これは合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様。沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺。二人とも仲良く天国に送ってやる。だが冴島、もしもお前が勝てばその命助けてやる。何やと。お前は登場会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよなお前。この外道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。お前、そんな
な体でほんまに俺とやり合うつもりなんか。5分と持たんで。今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通り。せやったらなんで？確かに2年前俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。何やと？2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かったわ。お前はシャバに出て登場界に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極道はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたんや。引退？そう、お前の破門状あれ出したんは森永でも青山でもない。あの破門状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前が？ほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説がそれを許さんかった。兄弟、さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれや。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。やるしかないんや。勘弁せえや、兄弟。アホが。ここであの子を見殺しにするような男やったらどのみちわしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで黒沢。こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら俺は死んでも死にきれんかったとこへ。ほな行くで兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花しっかり咲かせたらやないかい。正気。嬉しいで兄弟。前より若なっとるやないかい。お前もな兄弟。どうした？もう終わりか？もっと戦え！お前らがやり合わないんだったら沢村遥を殺すだけだぞ。くそ。
した。なんで電話に出ない？こういうことや。これは馬場さんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃはるかちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ？カメラ置いてってんじゃねえよ。あ？ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン塔は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ、裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目にあえって言ってんだよ。なんだと？あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。ちええな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。
なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ、あんた冴島さんの仲間なんだろ。だったら伝えてくれ。戻れなくてすいませんって。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん。やがって。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、高坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくしてお前ら二人が月見野にいる時、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ。馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ。馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ。兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、馬場。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな。戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん、急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういやミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな。お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分3000でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい、品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おい品田、テンポ悪い。品田、おい品田、おい来るかい。なんだこいつ。まさか失敗したのか。
こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺してまさかもう終わりだ、黒沢。堂島、お前ああ、さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当にいいからここで待ってな。タバコやめとくんだったな。こんなんだったら。そういや、冴島さんと品田どうなってますかね。親父、あなたの負けです。こうなった以上潔く負けを。お前らの負けだ、堂島。何を言っているんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。親父、堂島、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ。俺が築き上げた力の全てをあいつが引き継ぐ瞬間をな。
そ、まだ嫌がったのか。桐生さん、俺です。大悟です。大悟、お前意識を取り戻したのか。詳しい説明は後でします。それより黒沢の本当の目的は桐生さんたちの命でもカムロ町でもありません。登場会、それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと？誰なんだそれは。とにかく今は時間がない。お願いします。今すぐ登場会本部に向かってください。行けば全てがわかるはずです。分かった。ここは任せてください、桐生さん。今すぐ行けなきゃならない場所があるんですよね。だがどっちにしても俺は金井ってバケモンとケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ頼んだ。さあ、これで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞ金井。ほんとしぶといね。まだや。あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？誰やあいつら。黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やと。俺らが自分勝手な夢描いてる間にわしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとったんや。山笠組に来た方組、登場会に近江連合、皆堂島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いに繋がれた絆なんや。もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。近江連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩、
世話になった。どうや、ただの金貸しが極道の上に立った気分は。いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。これは東上会直系の組長たち。待ってましたよ。4代目。お前は相沢。どうしてお前がここに？それが自分でもよくわかんないんすよ。なんだと？俺はついこの前まで会長警護役とは名ばかりのただのチンピラでした。それが今はこの椅子に座ってる。そこは大悟の場所だ。お前が座っていい場所じゃない。本当にそうでしょうか。俺にその資格がないと言うんなら堂島会長だって同じようなもんでしょ。どういう意味だ？4代目、あなたは堂島会長が本当に構成員3万人という組織の頂点にいるべき人間だと思ってるんですか？何が言いたい？堂島会長が現在の地位につけたのは大幹部だった堂島組長の意向や4代目だったあなたの口添えによるところが大きい。寺田5代目の裏切りによって東上会がバラバラになりさえしなければ絶対に跡目を継ぐことなんてできなかった。ですが裏を返せば極道の地位なんて所詮そんなものだってことですよ。いくら力や金を持っていてもコネがなければのし上がれない。だから未だに杯なんて古臭いものにこだわってるんです。お前と黒沢は一体どういう関係なんだ？俺は黒沢会長の実の息子なんですよ。あの相沢があんたの息子だったとはな。俺の極道人生は最初からつまずきっぱなしだった。最初に杯交わした親父は
4次団体の弱小組織偉くなるためには人が好んでやらねえような仕事ばかりやってきた。この中に仕事でヘマをした責任を取って他人のクソを食ったことがあるやつがいるか。肩で風切って歩いて暴力でのし上がっていけるのは強力な後ろ盾があるやつらだ。だが俺にはそれはなかった。俺は自分がのし上がるため自分の兄貴分を殺し親父を殺し血と汗にまみれながら上を目指していった。だがな、脇目も振らずにのし上がった結果、手に入れたものは権力という力だけだった。半年前だったよ。軽い肺炎と思って入院した病院で突然肺がんを宣告されたんだ。俺はその時初めて焦った。自分には苦労して手に入れた金も力も残してやれる人間が誰もいないことに。それで黒沢は血のつながったお前に全てを残そうとした。そういうことか。そうです。でも俺が極道でなかったらあの人はどうするつもりだったんでしょうね。ほんと死ぬ前の人間が考えることは理解できません。だがお前は黒沢の計画に乗った。兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか。途中までは計画通りに言ってたんです。森永さんも今の登場界のあり方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で堂島会長がいなくなってからというもの、俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない。今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。相沢。でもそれが生まれ持ったカリスマだって言うなら、そんなんだったらずっとあんたが登場界のトップやってりゃよかったんだ。違いますか？家柄、それに才能、強いやつが勝つはずの極道の世界で、そんな生まれ持ったもんだけで勝負が決まるなんてバカバカしい。だから俺はあんたたちカリスマと呼ばれる人間が派手に暴れ回る裏で一人自分を鍛え続けた。強いやつが勝つ、それだけを信じてね。正直あんなクソみたいな親父が残してくれたもんなんてどうでもいいんです。俺は今初めて自分の力で頂点の人間と戦うことができる。
あんたに勝てばこの世界のてっぺんに立つことができるのか。それを試したいんですよ。ハンデなしでお願いします、桐生さん。さあ後半開始ね。次はいよいよドリームラインのデビュー曲のお披露目よ。気合い入れ直していこうね、あずさ。はるかもいい？次の曲はあなたがメインなんだからね。はるか聞いてる？ありがとうね、舞さん、あずささん。突然どうしちゃったの？行こう、私たちの夢の舞台に。私たちは今日新ユニットドリームラインとしての第一歩を踏み出します。ドリームライン、夢の航路。私たちの歌を聴いてくれた皆さんのもとに少しでも夢が運ばれていくことを願っています。聴いてください。ドリーム。私の言葉が歌うことなら今日あなたに届けたいの。二度と二度と離れないとあなたのそばにいたいから。イントロのない曲のように突然見えた私の明日。二つの道は進めないからあなたのそばにいたいから。私は今見上げている。青い空を見つめている。永遠を見るようなこの大きな力に負けないように自分に誓うの。正直に生きるとさあ決着をつけましょう、桐生さん。相沢、一つ教えといてやる。何ですか？人間には才のある人間とそうでない人間の2種類がいる。だがな、
才のある人間の中に自分の才能だけで強くなったやつは一人もいない。超えるんだ。壁を見つけて越えていく。人ってのは乗り越えることでしか成長できねえんだ。桐生、お前の理屈は間違っちゃいない。乗り越えるべき壁が俺だというのなら付き合ってやる。二度と乗り越えようとすら思えない力の差、一度だけ味合わせてやる。それじゃあ俺はあんたを倒し、名実ともに極道の頂点に立ってみせます。ああ、超えてみろ。だが俺も超え続けてきたということをその体に教えてやる。行くぞキリやりますね。俺がてっぺんに立つんだ。
這い上がれ相沢。何年経っても構わない。這い上がってまた俺に向かってこい。そん時まで待っててやるぜ。ちょっと何やってるの？次の曲始まるわよ。はるか。実は皆さんにどうしても話しておかなければならないことがあります。今私がこのステージの上に立てているのは決して自分一人の力ではありません。私を支えてくれた事務所の社長やマネージャー、ダメな私を見捨てずに指導してくれた先生方、プリンセスリーグで互いに競い合ったライバルたち、そして何よりもこんな私のことを応援してくれるみんなのおかげです。でもそんなみんなに隠していたことがあります。それは私の家族のことです。私はずっと自分の親の顔を知らずに育ちました。親のいない私にとって養護施設で一緒に暮らす子供たちや面倒を見てくれるおじさんは本当の家族以上に大切な存在でした。でもその大好きなみんなから私は離れてしまいました。アイドルとしてデビューするためです。何やってんだあいつは。警備に指示して止めさせろ。はい。アイドルって女の子なら誰もが一度は夢に見ますよね。もちろん私もそうでした。でも私にはそれ以上に決して裕福とは言えない現実がありました。私は自分がアイドルになって成功することで養護施設の経営を助けられると思いました。しかしそれは同時に私をこれまで育ててくれた大事な人との絆を断ち切ることにつながったんです。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。けど今はもうおじさんのことを家族とは呼んじゃいけないんです。それでも私後悔はしてません。私にこの世界を見せてくれた
事務所の社長には言葉にはできないくらいの感謝をしています。毎日が新鮮な驚きに満ちていて、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと心がワクワクします。けどファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。今日この舞台に立って私にとって何が一番大事なのかやっと分かりました。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。帰るんだ。みんなが待つところに。おじさん、はるか、しっかりして、おじさ夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。